リーフの航続距離がサクラの値段で手に入る、売れちゃうかも。ちょっと敵いなくなっちゃうんじゃないかなと思うぐらい、こういうね過激なモードが選べるっていうところも実は韓国っぽいなって思うんですよね。はい、というわけでいいお天気なんですけれども、今日は横浜でですねこのインスタを試乗していきたいと思います。自分で施工でこの効果、シラさん50。まあね、ヒョンデは電気自動車本当にですね代を増すごとにどんどん質感が良くなっていく。本当にねびっくりするぐらい、もう生き馬の目を抜くスピードってこういうことなのかなって思うぐらい、もう代を増すごとにどんどん車が良くなっていくっていうね車なんですけれども、当動画ではコナ以来のお届けになるかなと思います。でこのインスタなんですけれども、めっちゃ可愛いです。これ気になってる人ね多いんじゃないかなと思います。本当はね今日横浜なので街をね可愛く走って映える動画を撮りたいのは山々なんですけれども、横浜はですね実は信号のつながりが全然良くないので、ちょっとね高速道路に乗って落ち着いてレポートしていきたいかなと思うんですが、いやめちゃくちゃ撮り回しいいですね。とにかくそのサイズ感がもう絶妙なんですよ。で実はですね1610っていう全幅なんですけれども、これねボディサイズが5ナンバーよりもかなり小さいサイズになっています。かといってその軽自動車規格ではもちろんないので、ちゃんと縦横比がですねしっかりと接地感を感じさせるディメンションになってるっていうのもポイントだと思うんですよね。今ですねその日本の車もそのグローバルサイズに合わせてどんどん車が大きくなっていく。これは日本車だけではなくてドイツ車なんかもですね小さい車がどんどん肥大化しているっていうのは、もうやっぱり衝突安全であるとか、それからですね走行性能とかいうのを考えるとですね当然の流れ的になってるんですが、それをですね逆行してこのインスタ結構小さいサイズでね出てきました。なんですけれどもやはりですねヒョンデってグローバルで非常に売れているブランドでもあります。でここをちゃんとですねグローバルモデルに合わせて走行性能などを磨いてきたというのがヒョンデの強みというかね世界的なこのブランド力の強さっていうところをすごく感じさせるんですが、その小さくてもですね今走っていてもう全然ですね質感悪くないんですよ。すごいハンドリングもキビキビしてますし、また足の質感がとってもいいです。なのでこのディメンションということを考えるとですね、その軽自動車とはまた違うそのサイズ感というところがポイントになってくるんですけれども、だから何が言いたいかというとですよ、サクラあたりと比較になってくるんですよね。でこのサクラっていうのをですねベンチマークしていくと、実はその価格的にですねこの車ものすごい戦略的な値段で出てきております。サクラはやっぱり軽自動車規格なので軽自動車サイズですよね。だからちょっと走りもですねそれなりにやっぱり軽自動車っぽいところが少なからずあります。でそれはサクラは本当に非常にね優れた電気自動車で私も大好きな車ですけれども、ちょっと税制とかにねそのランニングコストっていうところにね関わってくるので、ここは一概に何とも言えない感じにそのランニングコストで言うとなってくるんですけれども、そのイニシアルコストという意味ではですね、実は補助金、東京都だと50万ぐらいでその EV の補助金が出ますので、これを使うとなんとほぼサクラの値段で、そしてこの車航続距離が458キロというですねものすごい数字を持っています。というわけでなんとリーフの航続距離がサクラの値段で手に入るっていうのがこのインスタなんですよね。でもこれもちろん補助金ありきの話なので、他のですねエリアの方は東京都ほど補助金が出ないエリアもありますので、そうなってくると300万円を超える価格ということになってはくるんですけれども、エリアによってはこのね価格、その補助金の享受っていうのをですねもう存分に受けてかなり安いお値段で買える。しかも458キロという航続距離っていうのがですね非常に大きな魅力となってくるわけなんです。そして話がですねその走行質感に戻るんですけれども、サクラ同等の値段で買えるんですけれども、しっかりと5ナンバーサイズの普通車の走行質感を持っているっていうところがですね非常に大きな武器になってくるインスタというわけなんですね。
ちなみにヒョンデは日本では EV 専用ブランドとして、販売をされておりますけれども、もちろん本国ではですね、ガソリンエンジン車などもありますし、またプラグインハイブリッドなどなど、すごくパワートレーンのそのラインナップが豊富です。で、このインスターもボディは小さいですけれども、戦略はグローバルということで、結構走行質感もですね、しっかりとグローバルレベルに合わせ込んできています。なんですけれども、そのヒョンデの良心的なところというかね、ちゃんとこう市場を見てるなっていうところが、日本向けにいろいろと仕様をですね、ちゃんと日本に合わせ込んできているっていうところが良心的なポイントでもあるわけです。で、先ほどもから私も高速道路乗ってますけれども、ね、ウインカーの操作見ていただいてるとわかるかもしれないんですけれども、実はウインカーもちゃんと右側に移設されております。韓国は左ハンドルですので、これ逆にもちろんなってるんですけれども、日本市場向けにですね、これアイオニック5もそうですけれども、日本に入ってきた時にすでにですね、ウインカーをちゃんと右側につけているっていうところがですね、非常にこう市場を大事にしているというかね、そういうところでもあると思います。それからヒョンデといえば、このサスペンションのセッティングなどをですね、日本向けに合わせ込んできているというところも挙げられるんですけれども、今回もサスペンションのセッティング、割と日本のですね、穏やかな道路環境であるとか、ストップ&ゴーに合わせて、ちゃんとこれも合わせ込んできているというところもね。で、私以前ですね、そのアイオニック、出してないかもしれない、アイオニック5動画をもしかしたら出してないかもしれない、ボツにしたかもしれない、いろんな理由で。アイオニック5の時は、あんまりこの日本向けのセッティングが上手じゃなかったというか、私あんま好みじゃなかったんですよ。ちょっとこう柔らかくしてきましたっていう話だったんですけれども、柔らかくしすぎて、ちょっと揺すられるというかね、ちょっと気持ち悪い感じになってきてました。で、コナの動画は、間違いなく出してるんですけれども、コナでそのアイオニック5のセッティングがあんまり好きじゃなかったよと。で、それがすんごい合わせ込まれてきているよっていう話をしたんですが、インスターはさらに洗練されました。全然このもっちりした感じっていうのがですね、ちゃんとあるのに、ボワボワしない。もしかしたらこれはですね、そのボディの小ささっていうところにもね、寄ってきているのかもしれないんですけれども、実は今ですね、湾岸線を走っておりまして、ここね、結構ね、道荒れてるんですよ。で、結構ザラザラしているというかね、アスファルトが粒立っているというか、こうザラザラのね、路面になってきています。で、ここを走っていても、さほどそのアンジュレーションが私の体の方に伝わってきてはいないのにもかかわらずですね、しっかりと割と下半身でいなしてるよっていうところがあって、もっちりと柔らかく、かつ揺すられすぎないというところにちゃんと合わせ込んできているので、ここね、めちゃくちゃ気持ちいいポイントでした。で、この湾岸線に入っていくのにね、結構こうね、ハンドリングで結構長い R をギューッと曲がっていくみたいなところもあるんですけども、ここもその陽の感じがさほどおせっかいすぎずにというかね、しっかりとこう粘る感じになっていて、ちょっとフレンチライクというかね、ちょっとシトロエンっぽい感じの味にもなっていて、とっても気持ちいいポイントでもありました。この足のセッティングの速さというか、この開発の速度の速さっていうのは本当にね、ヒョンデ、もしくは BYD とかもそうなんですけれども、そういうところのね、脅威というか、いや、本当にすごいなと。シンプルに、率直に速い、すごい、上手みたいなね、ところがある。そしてもう一つですね、今回このインスターに関しては、日本専用セッティングされているところがあって、それがステアリングなんですね。で、この電動ステアリングの制御っていうのも日本専用に変えられていて、で、日本ってやっぱり世界的に見ても道路環境がものすごく特殊なんですよね。道も狭いし、その道が狭い割にですね、割と道路がトリッキーというか、今回ね、このヒョンデの開発チームが割と日本の首都高をベンチマークをして、しっかりと走り込んで、この走行質感を作ってきたそうなんですけれども、たくさんね、金属の継ぎ目があったりとか、こうで短期間にですね、こうバン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 とこう入力が入ってくるような、ちょっとトリッキーな道があるのと、あとストップ&ゴーがすごい多いっていうのと、ストップ&ゴーが多い割に、その道路も割とこう狭くて道もそんな均一じゃない。で、表面はそれなりに整ってますけれども、意外とこうね、荒れてるところもあるよということで、ここのそのハンドルのね、電動ステアリングの味付けっていうところも、この日本の道に合わせてですね、少しこう軽めに緩やかにっていうところをつけてきたんだそうです。で、聞くと、
私はそのアイオニック5の初期の頃のその日本専用セッティングが本当にあまり好きじゃなくて、気持ち悪いな、ちょっとなんか日本の市場柔らかいの好きって思いすぎてるなっていうところがあって、あんまり本当に好きじゃなかったんですけど、本当にこれはナチュラルになりました。ちゃんと軽いんですけれども軽薄じゃないというか。で、これね、韓国紙向けとか、あとヨーロッパ紙向けのはもうちょっと重たいんですって。重厚というか重ったるさっていうのを感じさせるような、セッティングになっていて、これだと日本のストップ&ゴーであるとか、それから駐車場での取り回しっていうところがですね、ちょっと、負担になってくるんじゃないかということもありまして、かなり軽く味付けをしている、スッキリ感のある味付けにしているということなんですよね。なので、すごくこれも運転していてですね、軽やかさっていうのをですね、感じるようになりました。がですよ。私は、この軽さっていうのがすごい好きなんですけれども、ちょっとね、中立がピーキーなので、この、ニュートラルはあるんですけど、ニュートラルからちょっとこうずれただけで、パッとこうね、打が入ってしまうっていうところの特性もあるので、ここはもしかしたら、なんか、うちの、お母さんこれ見てたらごめんね。うちの母とかも割とソーイングをしたりとかしがちなんですよね。で、昔から車に乗っている古い世代の車好きであったりとか、いやでも一般ドライバー、最近の一般ドライバーもそうなんですけれども、なんか我々運転慣れていて、その車業界に長くいますし、その運転のセオリーっていうのをちゃんと勉強してきているっていうのもあって、一回打角決めたらあんまりこうグラグラさせないっていうのが、その運転の一つポイントではあるんですけれども、こうやってね運転する人結構多いんですよ。ちょっと切り足していったりとか、そういう癖がある人はちょっとピーキーすぎるかもしれないです。なのでこれはね啓蒙運動でもあるので、我々もね運転の仕方っていうのをですね発信していかなければいけないなとは思うんですけれども、一回打角を決めたらあんまりこう元に戻すっていうことをしないで、しっかりとこう切っていくっていうね、こう元に戻す時に気持ち悪いのでしっかりと切っていく、でナチュラルに戻していくっていうところをですねできる人であればこのハンドルはいいかもしれないんですけれども、ちょっとソーイングしちゃう人に関しては気持ち悪いかな。本人は全然気づいてなかったりするんですけれども、助手席とか後ろに乗ってる人は気持ち悪いかなっていうところをちょっと感じやすいハンドルかなと思うので、ここはちょっと試乗の際にですねポイントとして、チェックしていただきたいなっていうふうにも思います。あと日本専用セッティングとしてはですねトルクの特性とかも緩やかにしてます。例えばそれはフランスとかイギリス、特にヨーロッパでそうですねドイツもそうなんですけれども、これ韓国もそうです。で、私韓国すっごいよく行きますけど、韓国とかでもそうなんですけど、信号がね青になったらもうその瞬間に GO なんですよ。で、日本はこう緩やかに加速していきますけれども、ヨーロッパ、それから韓国とかはですねとにかくもうすんごい勢いでこうグイグイ出るんですよね。用意ドンで、もう本当に信号グランプリみたいな感じでこうバッと出る、これは国民性です。で、そういうのが日本のお客様は好きじゃないということもありまして、トルク特性をすごくゆっくりにしてくれてます。で、これもすごい絶妙なんですけれども、カツンとこうねトルクが出ないというかね、ちゃんとトルクをこう柔らかく出してくれているというセッティングになっているので、ここも安心してもらいたいポイントかなとも思います。とにかく上手ですよね。本当に上手に味付けをしてくれてるかなというふうにも思います。だから全体的に今回めちゃくちゃ乗っててびっくりしてるんですけど、これはね売れちゃうかも。いい車です。いや売れないかもしれないですが EV なので販売台数あれなんですけれども、これはね結構ねちょっとあれどうだったって言われたら、いや良かったよって普通に言っちゃう車になりましたね。コナも良かったんですよ。私コナの乗り味すごい好きなんですけれども、それをさらにちょっとキュッとコンパクトにして、さらに洗練させたといったような感じになっています。先日もうすでにねうちのチャンネルでも出てますけれども、 BYD の C ライオン7に乗ってきました。で、ちょっとセグメントが違うのでね、こちらの方がボディは小さいですし、向こうはフラッグシップということで、ミドルサイズのね SUV が出てきてるんですけれども、走行質感で言うと正直全然ちょっとレベルが違うぐらい、このインスタの方が私はすごい好きです。
こっちの方がフラットで、その揺さられ感もないですし、足のドタバタ感も全く感じないです。だからボディはすごく小さくて可愛いのに、こっちの方がやっぱ高級感があるんですよね、走りに。で、シーライオン7になると、少しね、航続距離も向こうの方が長いですし、上級グレードのモデルっていう風にはなってるんですけれども、全然このインスターの方が質感が高い。ね、むしろしっかりとその高級感があるっていう風に受け止められます。それは静粛性もそうだし、その足の感じがもうすごいいいんですよ。全然揺すられないし、もう本当にやっぱハンドルもいいですよね。なんかその全てにおいて、やっぱりちょっと BYD のそのシーライオン7は、結構辛口だったと思うんですよね。なんですけど、このインスターは、そしてコナは、ちょっとアイオニック5は私はまだ全然その、手放しで褒められてなかった。その当時乗った時はね、発売当時に乗った時は。だけど、それこそやっぱりですね、本当にその開発のスピードがとにかく速いので、もしかしたらもう今出てるアイオニック5には N も出ましたしね、ランニングチェンジというか細かな改良が加えられてる可能性がすっごいあります。だからちょっと今のモデルではなくて、その当時乗ったそのアイオニック5発売当時の話として聞いていただきたいんですけれども、なんていうんですかね、ワイドトレッドのそのホイールベースが長く、ちゃんと四隅にタイヤが配置されている EV のプラットフォームっていうのが、またこの小型のボディの中にギュッと凝縮されてるがゆえに、これがまた特別ハンドリングがすごい楽しいっていうところもあると思うんですよね。私が乗ってても、いやちょっとこれいいな、ちょっと乗りたいなしばらくって思わせるような、ちょっとときめきのある車になってます。正直国産 EV とかと比べると、ちょっとレベルが違いますよね。サクラの値段でリーフの航続距離が買えるってなってくると、ちょっと敵いなくなっちゃうんじゃないかなと思うぐらい、食わず嫌いしないで、車好きであればですよ、ちょっと一回試乗してもらいたいなっていうふうにも思います。これはちょっと乗ってもらいたい。買う買わない置いといて、なるほど今こういうレベルにあるのか韓国の EV はっていうのをちょっと見てもらいたい。国産 EV はちょっと追いついてないかなって思うぐらいの質感になってます。ちょっと離れると、そうでもなくなってきたりとかするんですけれども、ソウルの中はもうタクシーも EV だし、普通に EV を選んでる人たちがすごく多いんですよね。で、それは積極的に政府が補助金を入れて、日本以上にですね、インフラを整えて、ちゃんとその民間のその充電会社とかもですね、そのインフラを整えてきたっていう背景もあって、非常にその EV 率が高いんですよね。ちょっとやっぱりもうハンドルそれごめんなさい。ちょっと今ちょっとハンドルが気になっちゃった。やっぱりちょっとハンドルちょっとピーキーすぎるな。そしてですね、韓国も寒い国です。雪あんまり降らないんですけれども、降雪あんまりしないんですけれども、すごく寒い国なので、寒さに関するバッテリーのマネジメントっていうのもちゃんとできてます。で、もちろんグローバルモデルでもありますので、寒い地域でも売ってるんですよね。で、このぐらい低価格帯の車であってもですね、実はこれは BYD にも入ってなかったんですけど、シーライオン7っていうね、フラッグシップにも入ってなかったんですけれども、プレヒートがちゃんとできるようになってます。どういうことかというと、充電するときにね、バッテリーが冷えてしまっているとですね、なかなか充電が入らないっていうのと、あと、冷えているとパフォーマンスが出ないっていうところもあるんですね。なんですけれども、例えば、このナビゲーションの中で充電ステーションを目的地にしていると、そこまでの間にちゃんとプレヒートをしてくれるっていう機能がついてます。で、BYD もプレヒート機能ついてるんですけれども、設定した目的地に合わせてプレヒートするとかじゃなくて、自分でね、手動でプレヒートしなければいけないっていう、そのボタンになってるんですよね。だから、これも目的地ではなくて、その充電ステーションを目的地にするっていう必要はあるんですけれども、それさえ設定しておけばですね、あらかじめその温度をですね、バッテリーが入りやすいように、ちょっと温めてくれるっていう機能もありますので、そこもきめ細やかだなと思うポイントでもありますね。そして、ADAS もすごいんですよね、実は。で、この、ADAS の凄さっていうのが、本当上級モデルと何ら引きを取らないぐらいのレベルで入っているっていうことなんですけれども、なんとですね、日本向けに、踏み間違い防止ペダルが入っていたりとか、ちょっとね、高速道路で今日ガラッガラのところ走ったので試せなかったんですけれども、例えばですね、そのレーンセンタリングアシストみたいなものがですね、ヒョンデだとレーンセンタリングアシストとは言わないんですけれども、レーンセンタリングアシストがついていて、これもですね、ちゃんと、カーブの時にですね、車の鼻先が外側に向いて怖い思いをしないように、しっかりと内側を向くようにね、日本専用にセッティングをしたりとかもしているということもあって、
ここもきめ細やかというかね、ちゃんとこうね、リージョンに合わせて、そのローカライズされているっていうところも、大きな魅力かなと思います。そう、EV といえばなんですけれども、回生量をね、変えれるんですけれども、ヒョンデのこのインスターの場合はですね、完全停止するまで、回生量を高めることができます。で、その、回生量の変化なんですけれども、このパドルシフトでね、選んでいけるんですね。で、右をこう、カチャカチャやると、回生量が緩やかになっていくの。回生量が、緩やかになっていって、左を押すとこう回生量が上がっていきます。なんかグーって止まるようになってくるんですね。でこれを右をなんか1秒ぐらいピッて押すとオートになって、オートにすると車間距離とかをセンサリングして、自動的にですね適正な回生量にしてくれるというようなものなんです。だから一人で走ってる時はガンガン回生して、ワンペダルモードで完全停止までできますし、誰か乗せている時はですね、緩やかにして、コースティングみたいにこうガソリン車みたいにねナチュラルに運転することもできるということも手元でできます。ちなみにこのパドルシフトなんですけれども、裏側がちょっとザラザラダイヤモンド加工みたいになってて、ちょっとこのつぼ押しみたいな感じでちょっと気持ちいいです。オートでもいいなと思うんですけど、オートはちょっとねなんだろう、ちょっと人工的な感じがあるので、私はこうオートにするぐらいだったらもう普通にオフでいいかなっていうふうにも思いますね。でそのこの回生量の変化はこのメーターの一番下のところに出てくるので、そこも使いやすい部分ですね。で、完全にワンペダルドライブしたかったらアイペダルっていうのがあるんですけれども、このアイペダルモードはこの、左側のですねプラスの方を最後まで引くとアイペダルでワンペダルモードになります。でもこれはもう相当過激なので、本当に一人の時にした方がいいよっていうおすすめかな。こういうね過激なモードが選べるっていうところも実は韓国っぽいなって思うんですよね。で割とその韓国人ってこう極端なものが好き、分かりやすいものが好きっていう国民性があるので、こういうところはですねはっきりしていて、非常にこう車のね特性というか国民性っていうのを感じさせる部分でもあるので、ここもねちょっとユニークですよね。車買ったら自宅で簡単コーティングシラザン50。